今回は太宰治、女生徒に出てくる下着を想像で作ってみようと思います。下着はサテンで作りたいのですが、白いバラの刺繍をしやすいようローン生地も使用します。太宰治、女性とは女性読者の有明しずさん当時19歳から送られてきた日記、昭和13年4月30日から8月8日を元にして書かれているらしい。これはマンだらけで見つけた昭和11年当時の雑誌付録です。なんとたった200円。歴史的価値あると思うのに。この手編みのベビーシューズに施された刺繍を参考にバラの刺繍を入れていこうと思います。花はバリオンステッチで、葉っぱはレゼーデイジーステッチです。白いバラはエクレ、葉っぱは522番の DMC 刺繍糸を使用します。こちらも同じくマンだらけにて400円で購入。昭和14年のものです。有明しずさんは洋裁学校に通っていたらしいので、この下着もごく簡単なものじゃなく、しっかりしたものを作っていた気がする。スリップの生地が傷んでもレース編みは丈夫ですから、何遍でも付け替えて長くお召しになれます。とあります。一目ずつ大切に編まれて、半永久的に再利用してたのかと思うと、なんかギュッとなる。形はこのレース編みのヨークを参考にしようと思います。ヨークの製図方法。これは昭和11年のものです。こちらも400円。戦前の日本の下着がどんなものか、図書館でいくら調べてもわかりませんでした。当時の貴重な資料だと思います。流行のレース編みとあります。今もこういうかぎ針のお花モチーフは流行ってますね。どうやらスリップタイプが多いみたいですね。私は利便性を考えて、上下別々に着れるようキャミソールとペチコートのセットを作ろうと思っています。なんかこれ、既視感がある。アンティークパターンライブラリーという古い手芸本が読めるサイトがあるのですが、この1916年にアメリカで出版されたランジェリーヨーク集に似たものがたくさん載っています。当時は欧米から輸入したものが日本ではワンテンポ遅れて流行っていたのでしょう。刺繍する場所の裏に接着芯を貼っておきます。接着芯の上に図案を描いていきます。フリクションペンなのでアイロンで消えます。接着芯に書いてあるから、万が一復活しても表地には響きません。玉留めの要領で針に糸をぐるぐる巻きます。編集してて気づいたけども、バリオンステッチのやり方ちょっと間違ってます。本当は次の場所に針を入れてから糸を巻くみたいです。でも、それなりにバラっぽくなってるからいいか、適当にやっても、それっぽい感じになります。ここからは葉っぱを刺繍していきます。
葉っぱの方がお花みたい。ペチコートにはヨークをつけるデザインにします。お腹周りをすっきり見せたいので、ゴムでなくベルトで締めるデザインにしたいと思っています。ペチコートのヨークは表地と裏地、両方ともローンにしました。針を出したいので表側に使う分の裏側にだけ接着芯を貼っておきます。ヨークにも刺繍します。ペチコートのヨークの型紙の作り方を簡単に紹介。上身頃のヨークの裏地はサテンにします。着るときに滑りが良くなるからです。刺繍する前に貼り付けた接着芯はできるだけ剥がしておきます。後ろ身頃のヨークも同じように裁断しました。表地、裏地、それぞれ型を縫っていきます。縫い代をアイロンでそれぞれ割ります。肩の縫い代を裏表で合わせて、縫い代 1cm で縫っていきます。今縫った部分の上にレースを重ねて縫っていきます。首元を縫うときはレースの境目が目立たないよう肩のところから縫い付けていきます。反対側まで来たらレースを切った後、こんな風に折り曲げて処理します。縫い代を三つ折りにしながら縫っていきます。バイアステープの方が楽だったかもしれません。こんな感じで縫い代を処理していきます。肩にレースのつなぎ目を作った部分は縫い目をほどいてから三つ折りにします。首周りにアイレット刺繍をしていきます。私の使ってるミシンではアイレットを連続で刺繍できるのです。最近発見しました。アイレットの刺繍を連続して入れてるだけですが、装飾に見えていい感じ。一つおきに目打ちでアイレットに穴を開けていきます。一周開け終わったらリボンを通していきます。編み物の閉じ針がリボンを通すのに便利です。リボンがねじれてしまわないよう確認しながら一目ずつ通していきます。
全部通すとこんな感じ。リボンを引っ張って胸元にギャザーを寄せれます。デコルテをどの程度見せるか調節が可能です。あとはヨークの下に好きな長さの布を縫い付けていきます。長くすればスリップにもなります。布を中央で折って切ります。ギャザーを寄せるために粗ミシンを2本かけます。まずはヨークの裏地の方を合わせて縫います。生地を押さえるのに目打ちを使ってみたけど、なんか慣れてなくて縫いにくいかも。やっぱり手で押さえる方がやりやすい。フットコントローラーがあれば目打ちでもやりやすいんだろうけど。アイロンで縫い代を折っていきます。待ち針で留めて縫っていきます。できるだけ際になるよう意識しています。1ミリで縫うのが目標。古着屋さんでセリーヌのシンプルなシャツを見て、縫い目がすごく細かくて綺麗だったので、私もできればこんな風にやってみたいと練習中です。脇を袋縫いしていきます。レースの部分は後で縫います。アイロンで縫い代を整えました。裏側からも縫っていきます。ここでレースを後ろに倒して縫っていきます。ジグザグ縫いで縫ってますが、普通にまっすぐに縫っても問題ないです。あとは裾の処理だけ三つ折りにして縫っていきます。三つ折りした部分をアイロンで押さえて完成。リボンがほつれないよう、ライターで軽く炙ります。焦げないよう、本当に軽く炙るのがコツです。ヨークの脇を表地と裏地、それぞれ縫っていきます。こうして重ねたら、押さえ縫いしていきます。接着ベルトを貼り付けてベルトを作っていきます。このベルトの生地はヨークより3センチメートルほど長めに作っています。さっき押さえ縫いした部分にベルトを重ねて縫っていきます。スカートは布幅いっぱい使います。前と後ろ2枚切ります。端を縫います。生地をそれぞれ半分ずつ折って切り込みを入れておきます。この切り込みを目安に
4等分に分けてギャザーを入れます。また際に押さえ縫いしていきます。このペチコートは単純な作りに見えますが、結構押さえ縫いの練習になります。ペチコートの空きの部分にポケットをつけていきます。通常通り、ポケットを2枚裁断して、1枚は斜めに切り込みを入れます。さらに5ミリ切り込みを入れます。三つ折りにして縫います。袋縫いにします。5ミリの縫い代で縫っていきます。ひっくり返してアイロンで整えて、ポケットができました。これを後ろスカートの裏側に縫い付けていきます。ポケットを表側に折り返します。ポケットの縫い止まりに切り込みを入れています。ベルトの部分も折り返して縫っていきます。間違えて先に縫ってしまったので切り込み入ってます。反対側も同じ位置に切り込みを入れておいて三つ折りにします。ベルトを押さえ縫いしていきます。ポケットの下の切り込みを入れた部分から裾までを縫っていきます。アイロンで縫い代を割って切り込みの部分に細かいジグザグミシンをかけておきます。裾を三つ折りしながら縫います。縫い目の上にレースを縫い付けていきます。最後はカットしてジグザグミシンで処理します。今回はクロバーのくるみボタンを使います。型紙がないので手持ちの何か丸いものを用意します。案外すぐ見つかります。左側かけてないな、三日月みたい。
できるだけフリクションペンで描いた内側を切るようにします。くるみボタンはメーカーによって作り方全然違ってきます。メーカーによってサイズ感も違うので、イメージに合うサイズ感を求めるといろんなメーカーを使うしかない。ボタンができたら、ボタンホールを開けていきます。ベルトの長い方にボタンホールを開けます。一人ファッションショー。こうして並べると双子みたい。ポケットは生理用品を入れたり便利に使えます。ペチコートは自分の使い勝手のいい丈にしてます。胸元の開いた服を着た時にキャミソールのレースが見えて可愛い。ペチコートを履くと少しスカートにボリュームが出ます。このような膝丈のスカートが多いので、裾のレースをチラ見せできます。割とボリュームが変わりますね。1枚で着るとお尻に張り付く感じがする時があるので、着心地も良くなります。生地に重みがあるからなのか、そんなにボリュームは変わりませんね。横から見た時、ボリュームの違いがわかりやすいかも。